電車から降りたホームで階段へ向かっていると、悲鳴に近い声がしてびっくりした。声がした方へ振り向くと、白杖を持った少女が転んでしまったようだ。肩がぶつかったと思われる中年男性は、少女を助けようともせずに見下ろしている。邪魔だな。中年男性は舌打ちして悪態をつくと、そのまま点字ブロックの上をずかずか歩いて行ってしまった。少女は白線の内側で転んだまま起き上がれない様子だった。俺は慌てて彼女の元へ駆け寄った。大丈夫ですか？目が不自由な方というのはきっと、いきなり体に触れられることに抵抗感があるだろう。意識的に距離を空けて声をかけた。ましてや女の子だ。しかも、先ほど彼女を怖い目に合わせて悪態をついたのも男性だ。知らない男から耳元で声をかけられたら恐怖心も増すだろう。大丈夫です。少女はそう言って立ち上がろうとするが、即座に顔をしかめてへたり込んでしまった。どうやら足をくじいたようだ。その時、次の電車が到着することを知らせる電光掲示板が光った。ごめんね。ちょっと俺の肩に手を乗せてもらっていい？そう言ったはいいが、少女はどうしていいかわからない様子だった。電車が来る前にもう少し下がった方がいいから、申し訳ないけど腕をつかませてもらうね。俺が少女に声をかけると、彼女はコクンとうなずいた。少女を支えるように一緒に立ち上がると、彼女の顔は一層歪んだ。一人で歩くのは到底無理そうだった。さっきもこのホームから発車する下り電車に乗るつもりだったんだよね。彼女に尋ねると、家に帰るところだったと説明された。俺はこの駅近くで用事があるのだが、このまま放っておくわけにもいかないよな。もうすぐ電車がホームに滑り込んでくる。俺はとっさに判断して少女に家まで送ることを告げた。彼女は遠慮したが、すぐに自分一人では問題を解決できそうにないことを悟ったのか承諾してくれた。そして間もなく到着した電車に一緒に乗り込んだ。いきなり知らない男に家について来られるのも困惑するだろうと思って、俺は自己紹介した。瀬尾亮太という名前で、専門商社に勤める30歳の会社員だということを明かした。そうやってペラペラと口を動かしつつ、スマートフォンを取り出して、上司との連絡に使っているチャットツールに入力した。申し訳ないです。急用ができたので遅れます。メッセージを送信すると、待ち構えていたように上司から着信が。電車内なので電話には出られません。一方的に電話を切り、またメッセージを送信すると、上司から即レスが来た。場は俺が繋いでおくから、とにかく今すぐ来い。文字からも怒りの感情が伝わってくるようだった。威厳がある上司なので、後が怖いと思ったけど、事情を話せば分かってくれるはず。そう祈るしかなかった。入力することに集中しすぎたのか、消え入りそうな声で話す少女の質問と、辻褄の合わない答えを口走ってしまったようだ。少女が少し驚いたような声を上げた。ごめん。何の話をしていたんだっけ？俺はスマートフォンから目を離して少女に向き直った。
何かご用事があったのではないですか？目には見えないからこそ、人の気配には余計に敏感なのだろう。俺が少し焦っていて、様子がおかしかったことを察知していたのかもしれない。少女は心配そうな顔をしていた。ホームでは余裕がなかったので、幼い少女だと思っていたが、よく見ると高校生くらいなのかもしれない。それもそのはずだよな。白状を持った少女が一人で出歩いているのだから、それほど幼い子なわけがないはずだ。心配させて申し訳なかったと彼女に謝って、仕事の用事があったのだけど、もう連絡を入れたから大丈夫だと説明した。彼女は堀内真央さんと名乗り、盲学校の高等部に通学する1年生だと教えてくれた。俺はあまり利用しないので知らなかったが、あの駅は学校の最寄り駅だそうだ。今日は委員会活動があって、通常の下校時刻より遅くなってしまったらしい。そして、全盲ではなく、一般的に弱視と呼ばれる視覚障害者ということだった。俺は俺で大事な用事に遅刻してしまうという焦りから、自分のことで精一杯だったので気づかなかったが、隣に座る真央ちゃんは少し震えている。高校から一人で電車通学するようになった真央ちゃんにとって、初めて経験した大きなトラブルだったのだろう。あんな非常識なやつ、彼女たちより年長者である大人として、そして同じ男として恥ずかしい。少しでも恐怖心が紛れたらいいなと思いながら、彼女の自宅の最寄り駅まで意識して明るい話題を話した。俺はドジな性格なので、小さな失敗談には事欠かない。間抜けな自分が時に情けなく感じるけれど、こんな状況で役に立ってよかった。こわばっていた彼女の顔も次第に緩んでいった。彼女に肩を貸して一緒に電車を降りると、彼女はホームで俺に断ってから自宅へ電話をかけた。迎えに来てもらうつもりみたいだが、あいにく電話が通じないようだった。もしかしたらお家の方はいつもより帰りの遅い真央ちゃんを心配して迎えに出たのかもしれない。うちの母慌てんぼうだから、携帯を家に忘れて駅に向かっているのかもしれません。恥ずかしそうにもじもじする真央ちゃんを見て、出会ってから初めて思春期らしさを感じた。ほら、俺もドジだって言ったでしょ。同じようなことを俺もよくするからさ。慰めるつもりで言ったら、彼女ははにかんだ笑顔を見せた。自宅までは歩いて15分もかからない距離だというので、おんぶして送っていくことにした。タクシーに乗ってすれ違っちゃうといけないからさ。こんなおっさん嫌だろうけど、臭くはないはず。わざとおどけた声を出して言うと、彼女は微笑んだ。重いですよ。おずおずと俺におんぶされる真央ちゃんだったが、実際はとても軽かった。しかし、おんぶした途端にアクシデントが。踏ん張る姿勢をしたときに、ズボンのお尻部分が破けてしまったのだ。盛大にビリッという音がしたので、真央ちゃんにも気づかれてしまい、二人で笑った。ちょうど家までの道のりが半分くらいになった時に、真央ちゃんのお母さんとばったり会った。一本道だったのですれ違わずに進んでよかった。驚いてあっけに取られた様子のお母さんに、真央ちゃんをおんぶしたまま説明する。
お礼を言われて、おんぶを交代しようとするお母さんだったが、いくら真央ちゃんが軽いからといって、女性には負担が大きすぎる。このまま家まで送り届けることを宣言して、三人で話しながら向かった。俺の自己紹介タイムも2回目だ。到着して、玄関先に真央ちゃんをゆっくり下ろすと、二人から引き止められた。急いでズボンを縫いますから。ご好意はありがたかったが、用事があるので断ってそのまま失礼することにした。さすがにもう待っていないだろうと思いつつ、駅に向かいながら上司に電話を入れた。とにかく今すぐ来いと怒鳴られ、駅まで走った。そう。今日は上司が仲人になってセッティングした俺のお見合いの日だったのだ。再び真央ちゃんと出会った駅に到着し、指定された店に着いたのは本来の約束の時間から1時間以上過ぎていた。必死で走ったので、ボサボサになった髪を無造作に整えながら席を見ると、上司と女性が座っていた。大変遅くなり、申し訳ありません。90度に腰を折り、謝罪をする。お見合い相手の女性が口を開きかけたとき、背後から大声が聞こえた。すみれがもう少し待ちましょうって聞かなかったから、仕方なく待っていたんだがな。なんだその格好は。東堂社長、本日のお見合い相手の女性、すみれさんのお父上だ。席を外していたようで、ちょうど戻ってきた際にズボンの裂け目を目撃されてしまったようだ。見合いの席にふさわしいドレスコードがそれか。我々も舐められたもんだな。東堂社長は激高した。言い訳する隙もなく、俺の横を通り過ぎて、すみれさんの手をつかみ、立ち上がらせた。時間も守れないクズとは破談だ。抵抗するすみれさんの手を無理やり引っ張り、店から出て行ってしまった。どうしてくれるんだ。俺の顔を潰す気か、瀬尾。上司は俺を睨んでから慌てて二人の後を追いかけた。東堂社長の会社はうちの大事な取引先だ。社長令嬢で一人娘のすみれさんは次期社長と目されている人物。一説には基礎学力のみならず、幼い頃より父親から経営学や帝王学まで叩き込まれたという噂だった。そんな相手を怒らせてしまったのか。頭が痛いな。その後、いくら上司に連絡をしても電話に出ることもなく、チャットツールのメッセージも既読無視された。翌日、恐る恐る出社すると、職場は針のむしろだった。上司は破談になったことの顛末を職場のみんなに暴露したらしい。職場の全員から責められた。そもそも、東堂商事の社長令嬢とお見合いなんて、俺には分相応なんだ。だけど、どうしてもと頼まれたから言っただけなのに。上司から見合い話を持ちかけられた時に、荷が重いと一度は断っていた。しかし、先方のご指名が俺だというのだ。取引先といえど、俺自身は仕事上の接点はないので、上司にもなぜ俺なのか理由はわからないらしい。上司は東堂社長への謝罪が受け入れられずに頭を抱えていて、その度に俺に辛く当たった。
職場で居心地の悪い思いをしながらも、なんとか1週間ほどやり過ごした後、意外な人物が俺を訪ねてきた。見合いの日から9日後、東堂社長の娘であるすみれさんが来社したのだ。上司と俺で対応し、応接室にお通しする。彼女からは不機嫌な様子は一切感じられなかった。真央ちゃんを助けてくれたそうですね。すみれさんは俺に向かってニコッと笑った。真央ちゃんとは、お見合いの日に俺が助けた弱視の女の子の名前。すみれさんには遅刻の理由を説明していなかったはずなのに、なぜ彼女の名を知っているんだ？疑問が頭に浮かぶばかりで言葉が出てこない俺に、すみれさんはさらに謎の言葉を畳みかける。私は真央ちゃんとお友達なんです。それで、あの日に何があったか聞きました。10歳近く年の離れている2人が友達？困惑顔の俺と、輪をかけて事情がわからずにいる上司に対して、すみれさんは説明してくれた。東堂商事は、特別支援学校や養護学校、盲学校の生徒を、自社が出資しているサーカス団や劇団の公演に招待するなど、慈善事業にも力を入れている。社員のボランティア活動も活発で、すみれさんも学生の頃から参加させられてきたそうだ。最初は偽善者みたいで乗り気ではなかったらしい。その活動の一環である盲学校小学部の読み聞かせボランティアで、真央ちゃんと出会ったそうだ。社長令嬢であるすみれさんは、常に自分は周囲から浮いた存在だと自覚していた。学友たちも立場を通しての付き合いといった感じで、真に心を開ける相手はいなかったという。しかし、真央ちゃんとの出会いが自分と向き合うきっかけになったようだ。すみれさんが本を読み上げた後、真央ちゃんが近づいてきて感想を伝えてくれたらしい。とても優しい声ですね。優しい性格が声に現れているようでした。と褒めてくれたらしい。すみれさんはいつも気が強い女性やプライドが高い人と誤解されがちだけど、見かけで判断しない真央ちゃんの言葉に救われたそうだ。そこまで聞いて、彼女のことを俺も勝手に判断していたと反省した。すみれさんのことを全然知りもしないのに、外見や噂だけで気ぐらいの高い方で、俺とは話も合わないだろうと思っていたから。真央ちゃんとの交流がきっかけになり、以前よりボランティアにも前向きになったすみれさんは、会社の事業とは関係なく参加するようになった。お見合いの5日後も、恒例となっている盲学校のボランティアに行き、その時に、真央ちゃんから俺の話を聞いたようだ。そして、遅刻の理由も理解してくれたらしい。お召し物のことをすごく気にしていて、修繕の代金をお支払いしたいと話していましたよ。すみれさんに、避けたズボン姿の醜態を晒してしまったことを思い出し、俺は顔が赤くなった。父の無礼を謝りに来ました。すみれさんは頭を下げた。あの日の事情が判明したので、直接会ってお詫びがしたいと、わざわざ会社までいらしてくれたらしい。お父様が怒るのも無理はないので、どうぞ気になさらないでください。そう伝えても、首を横に振って、再び頭を下げた。
顔を上げてくれるよう伝えると、すみれさんはようやく顔を上げて、神妙な面持ちで再び切り出した。実は、もう一つ伝えたいことがありまして。彼女はとても気まずそうに告白し始めた。なんと実は10年前、すみれさんが高校生の時に俺と出会っていたというのだ。当時のすみれさんは大学受験を控えた高校3年生。基本的に塾の自習室や図書館で受験勉強をしていたが、どうしてもはかどらないときは気分転換にカフェで勉強していたらしい。ある日、ため息ばかりついている私のテーブルに、紙のコースターを置いてくれた方がいたんです。心当たりのある俺は身構えた。10年前といえば、俺は大学生で、アルバイト先はカフェだったからだ。すみれさんの独白の内容を要約すると、コースターには、いつも勉強お疲れ様、頑張って、と書かれていた。振り向くと、他のテーブルを片付けていた店員さんと目が合って、ニコッと笑顔を向けられた。接客時は敬語で丁寧な対応だけど、どこかクールな印象だった店員さんの気さくな感じにキュンとしてしまったのだという。思わず胸元のネームプレートをチェックしてしまうと、瀬尾と書かれてあった。そこからすみれさんの片思いが始まったそうだ。しかし、半年後に店員さんがバイトを辞めて会えなくなってしまい、淡い恋の思い出になったと。そこまで話し終えたすみれさんと目が合うと、ドキドキが止まらなくなった。すみれさんほどの美人に半年間とはいえ、頻繁に会っていたら覚えているはずなのに、俺は全く覚えていない。俺の心を見透かすように、すみれさんが付け加えた。私、身なりに気を使うようになったのは、社会人になってからで、学生の頃まではおしゃれに興味がなくて地味だったから。常に姿勢よく凛と立っている彼女が恥ずかしそうに身を縮めて猫背でつぶやく。その姿に当時の彼女が重なって見えて、俺は唐突に制服姿の女子高生の常連さんを思い出した。すみれさんはうちの会社に商談で来社した際に俺を見かけて、ものすごく驚いたそうだ。片思いしていたカフェの店員がスーツ姿で目の前に現れたんだから。そして父親から、そろそろ身を固めろと言われて、見合い話を持ちかけられたとき、俺の名前を挙げたらしい。お父様にはもっと大企業で優秀な人物をと反対されたでしょう。すみれさんからは言い出しにくいだろうと自分から口を開いた。彼女は遠慮がちにうなずく。でも反抗しました。初めての反抗。すみれさんはかすかに笑って、東堂社長とのバトルの模様を話してくれた。ずっとお父様の言う通りにいい子にしてきたわ。結婚相手くらい自分の好きにさせてほしいと無理を通したんです。でもあんなことになって、俺は遅刻したことで上司の顔だけではなく、すみれさんの顔まで潰してしまったんだな。しかし、東堂社長にとっては、俺の遅刻は好都合だったわけか。最初から反対していた相手なんだから、破談にする口実がたやすくできて幸運だとさえ感じたかもしれない。真央ちゃんから話を聞いて、瀬尾さんは
お仕事以外でも私が想像していた通りの方だと確信に変わりました。そう言ってくれるのは嬉しいけど、美化しすぎている面があるから、がっかりさせてしまうかもな。よろしければ、私とお友達になってくれませんか？確かに、いきなりお見合いと言われて気が引けていたところがある。でも、友達ならもちろん大歓迎だ。それから俺たちは一緒にボランティア活動に参加するように。真央ちゃんとも再会して仲良く交流する関係になれた。そんな日々が何ヶ月か続いた後、プライベートで東堂社長とお会いする機会を得た。娘から話を聞いているよ。あの日はすまなかった。東堂社長は見合いの日に事情も聞かずに退席したことを詫びてくれた。遅刻を叱ったことは当然だし、こちらとしては何のわだかまりもなかったけど、誤解が解けて何よりだ。すみれさんは社会人としてのマナーで仕事中は化粧するけれど、基本的にプライベートはすっぴん。高校生の時のような、そのあどけない素顔と人柄に、俺はだんだん惹かれ始めている。